こんにちは、ゆずきゆかりです。こんにちは、久しぶりにもちまる日記を見たら、すごいことになってました。キズナあかりです。もちまる日記、どうなってたんですか？ですね、手元の猫画像で再現すると、こんな感じでした。ああ、何かあったんでしょうね。何かあったんでしょうね。さて、今回のプレイ国家は、オランダ領東インドです。はい、日本で南進した時に、いつも領土争いになる国です。オランダ領東インドは、形成できる国家が複数あるので、まずこれを説明しましょう。はい、まずは独立しないと始まりません。独立すると、自動的に東インド諸島になります。そして、独立から1ヶ月経つと、こちらのイベントが発生します。一番上の選択肢で、国家がジャワに変化します。真ん中の選択肢は、反民族主義が研究済みの場合に出てくるインドネシアの形成です。一番下の選択肢で、東インド諸島のままとどまります。また、先ほどのイベントで、一度ジャワになった場合でも、反民族主義の研究後に、国家の形成で、後からインドネシアになれます。ジャワとインドネシアの違いは何です？主要文化と請求権の範囲が増えます。でも、国家を形成する頃には、ほぼ征服済みで、かつ多文化主義だろうから、あまり意味はないかも。では、今日は、インドネシアを目指してプレイするんですね。いえ、もう一つのルート、ネーデルランド連合ルートで行きます。こちらは、オランダとベルギーを征服して下克上するルートです。普通はインドネシアルートじゃないんですか？インドネシアルートは、その、血生臭いので、実際どうなるのか、一度お見せしますね。何ですか、この大量の死亡通知は。多分、独立記念式典で、レジスタンスが銃を乱射して一網打尽で皆殺しな感じ？国家元首も、知らないおじさんに変わります。そもそも、宗主国を超えたから独立したのに、オランダ撤退で政権崩壊って変ですね。V1.10 の民族独立アップデートに期待して、インドネシアルートは、また後でやりましょう。次は、領土拡張などの方針について。はい、まずは、欧米列強が来る前に、インドネシアとインドシナを改修します。こちらの形を目指して拡張します。イギリス関係の州は仕方ないとして、他にも未回収の場所があるようですが。はい、まずはここ、ランファンですね。序盤にアヘン戦争に便乗して獲得することも可能ですが、それをやってしまうと、インドシナ拡張の際に、大秦が敵側で参戦してくるので、序盤は、大秦とは友好関係で進めます。次は、スールーとマギンダナオですね。ここまで獲得すると、スペインが敵対する危険性が上がります。なので、序盤は、スールーの北ボルネオだけ獲得して、あとは干渉国として残しておきます。この2国と、あとは列強各国とは関係改善ですね。では、ライバル指定はどこにします？ポルトガルとデンマークをライバル指定します。理由は、こちら、この2国は、初期拡張先の領土を持ってるんです。まずポルトガルですが、ここは、最初に取っておかないと、だいぶ面倒です。ポルトガルには、イギリスと防衛協定があるので、向こうから介入するように仕向けるのですが、こちらがある程度領土拡張して強くなると、挑発しても乗ってこないんですよ。というわけで、最初は、ポルトガルの近くのバリを侵略して介入を狙います。先に、ポルトガルへのライバル指定と外交官の追放で挑発するのを忘れずに。デンマークも、挑発して介入を狙いますか？いえ、こっちは、普通に宣戦布告して大丈夫です。ただ、同時にここも請求するのがいいですね。隣に植民可能な土地があるので、先に植民地を作っておけば陸上戦闘で倒せます。ニジェールに関心設定が必要なので、マラヤの獲得後にやるといいです。なので、最初はオランダにラインと、拡張先のインドシナに関心を設定。ニジェールに追加設定できたところでデンマーク戦ですね。ちなみに、ニジェールを獲得する目的は何ですか？独立戦争で、オランダに兵を送る時の駐屯地です。インドネシアからだと遠すぎるので、侵攻の順序が複雑そうですね。従属国の併合とインドシナ拡張を交互に進めます。ここは、後で実況を見てもらうのがいいかと。あとは、本土周辺にも、植民可能な土地があるので、忘れずに確保しないとですね。
まずはここ、ニューギニアです。キニーネの研究完了後に植民開始します。もう一方はこちら、ビルマの征服後に植民開始します。事前の説明はこのくらいで OK ですね。では実況を始めましょう。それでは、ゲームを開始します。開始時点で承認済みの国家です。海軍は1隻なので少し増やさないとですね。直近の問題は、独立欲求が低すぎることですね。それと、7つの従属国は全て併合します。従属国は、列強の支援を受けて独立戦争を仕掛けてくる災いのもとですからね。政府の指示要請を拒否されることで、独立欲求を上げたかったのですが、了承されそう。ひとまず、関係破壊を入れておきます。法改正しましょう。投資プールが死んでいるので、農本主義に変えます。次は研究を設定。1番目は、工具と紙の大量生産のためにメカニカルツール。続きは、こんな感じで鉄道まで予約しました。次は、市場価格を確認。軟材が高騰してますね。すべての伐採所で鋼材を生産していたので、一部を軟材のみに変更します。商品一覧を見ると、鉄があるのに工具はありません。鉄は全部輸入ってことかな？ということで、初期建設は工具を生産して、伐採所の出力を上げて、それから紙かな。ガラスの供給はあったので、市街地をアップグレードしておきましょう。鉄鉱山のある州を確認します。アチェと、セレベスと、スンダ列島ですね。この3州を重点開発地域にします。道路整備布告で建設速度を上げます。はい、こちらを建設予約に入れました。関心を設定します。まずは、直近の拡張先のインドシナ。次は、オランダとベルギーのあるライン。棚ごとで、介入のチャンスがあるかもしれないからね。そして、ポルトガルをライバルにして、他は、関心が有効になってからですね。関係改善は、フィリピン、大清、インド、スペイン、イギリスに入れました。最後に、従属国の兵役を免除します。参戦させると連続で併合できないですからね。お待たせしました。これで準備完了です。それでは、ポルトガルをおびき出しましょう。外交官を追放して挑発します。関係破壊も入れちゃいます。総力戦になるので、非正規歩兵はアップグレードしておきます。提督が不在でした。任命しておきます。敵海軍が来たら勝てないですが、一応、海上封鎖任務で出撃します。それではバリに宣戦布告します。ポルトガルは介入してくるかな？そうだ、ちょっと戦力足りてないので、徴兵も追加しておきます。動員と徴兵を開始しました。よし、釣れました。関心も有効になりましたね。デンマーク、ベルギーと北ドイツ諸国を追加でライバル指定します。そして獲得したポイントで、列強各国に関係改善をばらまきましょう。ポルトガルへの関係悪化は終了します。未使用ポイントが多いと悪名が早く減りますからね。そろそろ改善ですが、ちょっとだけ砲兵足しておこうかな。スンダ列島を追加要求して開戦しました。ああ、兵役免除はこの戦争の後にすればよかった。よし、スンダ列島を占領できました。しばらくすればポルトガルは撤退するはず。フランスとロシアから投資の申し込みが来たので了承します。よし、ポルトガルが降伏。終戦しました。まずはスンダ列島を統一できました。さて、次はマラヤへ進出です。悪名がゼロになる前に上陸部隊を準備します。まずは艦隊規模を拡大しておきましょう。農本主義、制定できました。次は人頭課税に挑戦します。機械工具の研究が完了。まだ工場の建設進んでないですが、陸軍を分割します。全軍出撃すると海上補給が死んでしまいますからね。もうちょっと艦艇増やそうかな。あとは船の準備が終わるのを待ちます。ああ、一度修復のために寄港させますね。インドからも投資の申し込み、もちろんウェルカムです。艦隊の修復完了。上陸ポイントに再展開します。軍拡したのでちょっと赤字ですね。施設の民営化で時間を稼ぎます。大体準備はできたので開戦しましょう。
まずは、港の施設のあるスランゴールから侵略します。介入はありませんでした。上陸戦を仕掛けます。人頭課税、制定成功です。次は、農後制を廃止します。上陸成功。共闘部を確保しました。州を編入しておきましょう。さて、マラヤの獲得で、関心に空きができたので、ニゼールに関心を設定します。陸上の拠点があれば、あとは簡単ですね。続けて、テラとジョホールを征服します。ニゼールの関心が有効になったので、デンマークの隣に嫌がらせの植民を開始します。よそ見している間に、最初の工具工房が完成してました。伐採所を一つだけアップグレードします。そろそろ、テラと決着がつきそうなので、続けてジョホールに宣戦布告します。テラに勝利。ジョホールも獲得。技術伝播で中央公文書館が来たけど、紙の製造まだ始まってないんです。何はともあれ、マラヤの確保は成功しました。この後の拡張ですが、鉄鉱山の州を優先して確保します。というわけで、分割州のアチェの残りを獲得します。勝利です。隣の市役にも、アチェの分割州があるので征服します。小作能、制定成功です。市役をゲット。これで、アチェの出力が上がります。次は、セレベスの分割州を回収しましょう。というわけで、まずはブトゥンから。戦争続きで、関係が悪化し始めてるので、再度関係改善をばらまきます。はい、ゲット。なんか、オランダの戦争に巻き込まれたけど放棄します。セレベスの獲得途中ですが、北ボルネオの州の編入を始めておきたいので、割り込み入れます。二正面作戦でも大丈夫でしょう。ティボレにも宣戦布告します。はい、ゲット。ティボレにも勝利。セレベスを回収して、新たに、北ボルネオと西ニューギニアを獲得しました。州の編入で、行政力の赤字が危険域ですね。紙の生産はまだですが、行政府を少し作ります。法改正を再開します。次は職業軍人です。独立欲求はマックスになったので、一旦、オランダへの関係破壊を終了します。関係を下げすぎると、いざという時に援軍に呼べないですからね。水管ボイラーまで研究が終わりましたが、まだ、石炭鉱山の開発に着手できないです。あ、建設済みの石炭鉱山がありますね。これは投資でできたのかな？鉄鉱山を1段階だけアップグレードします。次の征服先が決まりました。ジャンビの石炭鉱山を有効活用してあげます。イギリス勢力圏に入ってる。ベルギーもいるね。今、ベルギー戦と独立戦争で2回の対イギリス戦が確定しました。初の独立支援です。対イギリス戦よろしくお願いします。勝利。石炭鉱山が増えたよ。さあ、どんどん従属国を片付けますよ。サンバスを併合。石炭の生産が増えたから、ガス灯を有効化します。深海を併合。そして職業軍人、制定成功です。ファンジャールをゲット。従属国は、あと3つ。さて、インドシナの拡張を再開しましょう。シャム戦の前に、施設の製法を見直しておきます。では、シャムに宣戦布告。ラオス経由で、対南へのアクセス確保が目的です。突破力が欲しいので、砲兵と騎兵を増援します。そして海軍で海上封鎖します。追加要求は、ラオスの征服で、屈服対策で一時に追加しておきます。開戦前は不利の予想でしたが、無事押し込めていますね。勝利です。陸路で内南に接続できました。戦争が終わって、軍隊が復員したのに赤字が継続してますね。仕方ないのでお給料下げます。あとは消費税を設定して、ひとまず黒字になりました。法改正を再開します。次は警察を作ります。もう、インドの大反乱の季節か。これが片付いたら、イギリスがこっちに来ちゃうね。もう少し悪名減ってからにしたかったけど、猶予がないので大難を征服します。そうだ、軍人の給料は戻さないと負けちゃうよね。制約、研究完了です。この国、宗教勢力が弱小なので、保険の制定は、労働組合が育ってくるまでお預けです。はい、戦闘は、優勢で問題ないですね。
鉱山は投資で増えてるので、建設局のアップデートを始めます。製紙工場にも投資してくれないかな。専門的な警察機構、制定成功。そして大難に勝利。イギリスに真っ先に狙われる場所は保護できましたね。イギリスのインド市内の執着は必要なので、3分の2くらい取れたら、OK の気持ちで行きましょう。ジョムジャカルタに、建設済みの硫黄鉱山があったので、征服します。独立戦争でもないのに、独立保障のオーストリアが参戦？なんか壊れてない？いや、こんな小競り合いじゃなくて、もっと、別の時に手伝ってください。勝つよね。オーバーキルだもん。まあ、目的の硫黄鉱山はゲットできました。これで、紙の生産がはかどります。ついでなので、隣のスラカルタも征服しちゃいます。またオーストリア来るの？なんで？勝ったけど、わけがわからないよ。今のが最後の従属国だから、もう変なこと起きないよね。国境がすっきりしてきましたね。悪名が50を超えない範囲で征服を続けましょう。次はスールーの北ボルネオです。屈服でした。何？実質的な脱退？宗主国に振り回されてますね。早く独立したい。さて、紙の生産が始まって、やっと行政府をアップグレードできました。行政力がプラスになったので、公共サービスのレベル上げに着手します。訓度より、知識人の方が育ってますね。入れ替えてみましょう。64% なら、OK ですね。政府改革します。よし、これで学校が制定できますね。さて、シャムとの停戦期間が終わるまで、あと2年です。ここからは、市場価格を改善させつつ、悪名が減るのをおとなしく待ちましょう。キニーネ、研究完了です。植民機関のレベルを3にして、東西ニューギニアの植民を開始します。はい、停戦期間が終わりました。2回目のシャム戦です。今回は、ビルマへの陸路を確保するため、チェンマイを征服します。イギリスは、あと5年は待ってくれないよね。悪名50超えたけど、主要部を一時要求に入れました。戦闘は優勢で問題なしです。公立学校、制定成功です。そして勝利です。よし、これで、陸路からビルマに進行できますね。軍隊は復員したのに、大赤字が続いてますね。布告を外して、消費税に切り替えてみます。全然足りないね。公務員の給与は、下げたままだったか。軍人の給料も下げます。ダメだ。増税します。さて、最大増税で、ひとまず借金は回避できたので、大急ぎで命を増やして増税を終わらせましょう。まずは、州の編入でマイナスになった行政力をプラスに戻して、紙の価格を下げて政府支出を下げて、金鉱山で直接収入を増やす。この3点で進めましょうか。行政府と金鉱山を進めています。鉄が余ってました。建設速度を上げましょう。さあ、全力で金鉱山を作りますよ。赤字はなんとかなりそうですが、もう一つ問題がありますね。これ、オランダ本国の港が貧弱なせいで、すべての州にインフラ不足のデバフが入ってます。しばらく様子を見てたけど改善しないので、市場管理権を要求して市場を離脱して解決します。まあ、代わりに、不足品の警告で埋め尽くされるんですけどね。本当は、一通り工場を建設して、準備万端になってから離脱したかったけど仕方ないです。しばらく待てば、輸入が始まって価格も落ち着くでしょう。弁証法、研究完了です。この赤字が片付いたら、大学を増やしましょう。さて、赤字の解消も道半ばですが、タイムリミットは過ぎているので、ビルマを征服します。軍人の給与は戻しておきます。ビルマ戦は放置でも勝てるので赤字対策を再開します。まずは金鉱山を作り切ってしまいましょうか。勝利です。よし、主要部の確保は終わりました。急ぎの征服はここまで。少しペースを落としますね。金鉱山の建設が終わったので、次はガラスと紙の増産です。弾薬も自国生産して軍事費を下げます。そうそう、マンダレーの植民を始めないとですね。近代下水道の研究が終わりました。
インフラ改善まで手が回っていないので助かります。食品、爆薬、肥料と各種最低1点は自国工場を作ろうとしております。だいぶ警告も消えましたね。あとは発動機と軍用造船所です。消火器と大砲も自国生産して軍費を下げましょう。建備地区も少しあるし、増税を一段緩めてみましょう。マイナス10K くらいなら施設売却リカバーできますね。ああ、分散だったみたい。赤字の原因は。では増税を終わらせちゃいます。とりあえず金利地区が尽きるまでは通常課税で進めます。増税が終わったのでやっと法改正を再開できます。引き続き高騰費を増産していきます。さて、赤字もほぼ乗り切ったので残りの州の獲得を駆け足で実況します。まずはブルネイを獲得。集会の権利の制定に成功。紙の製法アップデートです。赤字が半減しましたね。保証された自由、制定成功です。鋼鉄の価格低下で完全黒字化したので、大学の建設に着手します。そして、富裕者投票の制定を開始します。さて、悪名上げすぎたので、大臣が敵側で参戦状態だったのですが、今なら忙しくて来れないよね。区隊を併合しました。ルアンパバーンも併合。シャンとカンボジアの自治権を縮小しました。また、赤字気味になってきたので、金鉱山を増築します。企業枠を獲得したので、正式業を設立。紙生産がブーストされたので、さらに大学を追加。富裕者投票も可決しました。そして、2件目の企業は、アヘン農園です。よし、選挙で、実業家と知識人が勝利しました。教育の上限も1アップ。そして、シャムの残りを併合。最後に、シャンとカンボジアを併合して、初期拡張、やり遂げました。さて、無事初期拡張が完了したので、一回状況を確認しましょうか。あれ？しまった。デンマーク忘れてた。大英帝国に入ってるね。今からはちょっと無理かな。大丈夫。ここの植民地は忘れてなかったからリカバリ可能です。気を取り直して、GDP を確認。恋でフランスを超えてますね。いい感じです。人口は8位。少なくはないけど、もう少し欲しいですね。法律はこんな感じ。医療制度と労働者の権利、奴隷制あたりを急ぎで変更したいですね。さて、後半戦では、こちらのベルギーと、宗主国のオランダを倒したいと思います。どちらもイギリス勢力圏を脱退してましたね。では、キリがいいので、前半パートは、ここで終わりにします。今回から、当チャンネルでも、オートタピング機能が有効になりました。あれですよね。自動で翻訳されるやつ？これも翻訳されてるんですか？新規アップロードファイルからなので、これがアップロードされてみないとわかりません。じゃあとりあえず。英語圏のみんな見てる？まあ見てないと思いますが、思ったより視聴されてたら、ワールドワイドな話題を考えないとね。ワールドワイドな題材？じゃあ、体育館の天井に挟まったマンチョを助けるゲームの実況をやりましょう。ああはい、体育館の天井に挟まるマッチョは、全世界共通の問題ですからね。まあでも、次は、今回の動画をパート2で完結させますね。では、次回をお楽しみに。